中国自動車道少女死亡事件。夜の高速道路に消えた12歳の命と許されない狂気。夜の高速道路で発見された少女。2001年、平成13年7月24日の午後10時半ごろ、神戸市北区の中国自動車道下り線の路肩で、通りかかった車のドライバーが頭から血を流して倒れている少女を発見し、110番通報しました。倒れていたのは大阪市内に住む中学1年生、上家典子さん、当時12歳。彼女は紺色の半袖 T シャツに短パン姿で裸足、両手には手錠がかけられており、全身には激しい打撲の跡、そして後頭部と左太ももを骨折していました。病院へ搬送されたものの、約4時間半後に死亡が確認されました。なぜ12歳の少女が夜の高速道路の路肩でこのような無残な姿で発見されたのか。事件の背景には、少女の孤独と人間の欲望に端を発するあまりにも身勝手な凶行が隠されていました。少女の孤独と活動電話の影。被害者である上家典子さんは当時12歳、中学1年生でした。彼女の家族は両親と兄弟の6人家族でしたが、父親からの虐待を主な理由として、事件の約1年前から児童相談所の判断により、大阪市内の児童養護施設で暮らしていました。家庭に居場所を見出せず、心に深い傷を負っていた典子さんは、小学5年生の後半頃から、公衆電話から活動電話と呼ばれる隠語の行為、すなわちテレクラに電話をして援助交際の相手を探すようになっていました。事件の約1週間前である7月16日、歯医者に行くと言って外出したまま行方がわからなくなり、両親が保護願いを出すなど、すでに家庭や施設の手を離れ、夜の町屋で愛を求める行動がエスカレートしていました。携帯電話には頻繁に男性から連絡が入り、何人かの男性の知り合いがいると友人に打ち明けていたといいます。7月24日、悪夢へとつながる足取り。事件当日となった2001年7月24日、典子さんの足取りは急速に最悪の方向へと向かっていきます。午後4時ごろ、吹田市内のスーパー周辺で女友達と遊んでいた典子さんは、携帯電話で誰かと話した後、待ち合わせしていると言い残し、一人で近くのファミリーレストランへ向かいました。約5分後に戻ってきた彼女は、ひどく怯えていたといいます。友人が着信履歴からその相手に電話したところ、電話に出たのは、中年風の声の男性で、また会うと語りました。午後8時半、吹田駅近くで友人と一緒にいた際、再び典子さんの携帯電話が鳴りました。友人が、顔も知らない男の人は危ないよ、と必死に制止したにもかかわらず、典子さんは、男友達に会いに行く、ちょっと遅くなるかもしれない、と言い残し、自転車で一人、JR 吹田駅へ向かいました。この時の所持金はわずか約2000円。着ていたのはオレンジ色の T シャツでした。午後10時10分ごろ、典子は友人の携帯電話に、男友達から電話があって行くことにした。スーパーには戻れない。迎えに行かないといけない。と涙声で連絡を入れました。この時、すでに車で中国自動車道を走っていたとみられています。午後10時15分ごろ、父親の携帯電話に、お父さん、今から一人で帰るから、と、無理に元気を作ったような声で電話をかけたのを最後に、携帯電話の電源は切られました。そのわずか15分後、30キロも離れた高速道路の上で、彼女は瀕死の状態で発見されたのです。犯人の正体、現役中学校教師の歪んだ凶器。捜査線上に浮上したのは、兵庫県鏡町の町立中学校で社会科教諭を務めていた福本健、当時34歳でした。福本は警察の調べに対し、容疑を全面的に認めました。自分がやったことに間違いありません。相手が12歳と分かって援助交際するつもりだった。学校での福本は気が小さく真面目な性格と言われる一方で、授業中の女子生徒の後ろから覆いかぶさるなどの異常な行動が目撃され、生徒たちから嫌われていました。また、女子生徒をどう扱ったらいいのかわからないと悩みを漏らし、事件当時は心身症を理由に休職中でした。福本はテレクラ専用のプリペイド式携帯電話を所持しており、ツーショットダイヤルで知り合った女性に手錠をかけて遊ぶ得意な性癖を持っていました。
事件の直前である6月にも同様の手口で別の少女から現金を奪う事件を起こしていました。凶行の全貌と悲劇的な転落、福本の供述と捜査によって車内で何が行われたのかが明らかになりました。7月24日午後9時頃、JR 吹田駅で自分のワゴン車に典子さんを乗せた福本は宝塚インターから中国自動車道へと進入しました。路肩に車を止め、車内で危害を加えようとしたところ、典子さんは恐怖から逃れようと抵抗しました。これに対し福本は催涙スプレーを浴びせ、逃げ出せないように市販の頑丈な金属製手錠をかけ、さらに手錠を座席に固定した上でビデオ撮影するために福知山市内のホテルへ向かおうと車を走らせました。突然の暴力と手錠に恐怖した典子さんは、早く返して手錠を外して下ろしてほしいと必死に訴えました。そして固定されていた手錠を座席から必死の思いで外し、後部座席のスライド式のドアを開け、動く車内から外へと飛び降りたのです。その結果、車から転落した際の頭部骨折に加え、路肩に倒れていたところを後ろから走ってきた大型10トントラックに左太ももをひかれ、失血死という最も残酷な結末を迎えることになりました。通報したドライバーは典子さんを避けきれずに引いてしまったトラックがそのままスピードを上げて逃げ去る姿を目撃していました。裁判の行方とあまりにも重い違和感。2001年9月、神戸地検は福本を監禁致死罪で起訴しました。なお、典子さんをひき逃げしたとされる10トントラックの運転手は捜査中の同年9月30日に自殺を図り、帰らぬ人となっています。裁判において検察側は被告の責任は殺人罪に比肩するほど重大であるとして懲役12年を求刑しました。しかし2002年3月に下された神戸地裁の判決は懲役12年の求刑に対し懲役6年というものでした。森岡康弘裁判長は被告の卑劣さを指弾しながらも、被害者が車から飛び降りて死亡したことは全く予想しない事態だったという弁護側の主張を認め、さらに犯行の接点となった援助交際について被害者にも落ち度が全くなかったとは言えないと言及したのです。検察側は判決を不服として大阪高裁に控訴しましたが、同年11月の控訴審判決でも大阪高裁は一審の懲役6年を支持し、検察側の控訴を棄却しました。白井万久裁判長もまた、飛び降りは予想外の行為、テレクラを利用した少女にも多少の落ち度があったと繰り返しました。私たちが忘れてはならないこと、12歳という若さで大人の身勝手な欲望と暴力の犠牲となった上家典子さん。家庭での居場所を失い、社会の隙間に落ち込む中で悪意ある大人に狙われた彼女の命が奪われたにもかかわらず、司法の場において被害者にも落ち度があったという言葉が語られたことは大きな波紋と深い教訓を残しました。どれほど環境に悩み、道を踏み外そうとも子供の命を脅かし、尊厳を踏みにじる行為が正当化されることは絶対にあってはなりません。夜の高速道路で恐怖に怯えながら命を散らせた少女の無念を風化させず、私たちはこの事件が突きつけた重い現実をいつまでも記憶に留め続けなければなりません。